でもう結構派手だね。でこれの最大の特徴、ラバースプレーの最大の特徴、すごいトラック来たな。はい、皆さんこんにちは。車の大事典カカスルーピーです。今回はね、こちらイージーラバースプレーっていう商品を使ってちょっとサイドミラーの方を塗っていきたいと思います。でこのねラバースプレーっていうのは、塗った後に飽きたら剥がせるっていう商品なんだけど、コメントでねちょっと使ってみてくださいっていうのが入っていたので、今回実際にサイドミラー塗っていこうと思います。そしたら早速どうしようかな、マスキング外してやろうか。このカバーを外して塗っていきたいと思います。はい、そしたらサイドミラー外していきます。そんな難しくないと思う。外れた。奥に爪があるのね。おお、上に引っこ抜くんだ。危ねえ、よかった。でとりあえずこれをね今から塗っていきます。はい、そしたらこちらが実際に外したサイドミラーカバーになります。でまず行うのは脱脂だね。脱脂パーツクリーナー、こういうねパーツクリーナーを使って脱脂します。で理由はね、表面に油分がついてると塗料がね弾いてもう失敗する可能性が一気に高くなるので、これは必ず行ってください。で塗装する時によく足付けってさ、ペーパーで磨いたりするじゃん。そういうのはラバースプレーには必要ないです。足付けしちゃうと逆にね剥がれないっていうことになっちゃうので、脱脂のみで十分です。密着ロンとかもいりません。 OK、 綺麗に脱脂して、でホコリとかもついてないことを確認する。もうタオルじゃなくてね、ホコリがつかないようなペーパーでやった方がいいと思います。 OK、 そしたらもう塗ってっちゃおうかな。で蛍光イエローはこの黒の上にどうしても乗らないので、まずパールホワイトで塗って、その上に蛍光イエローを塗ろうと思っております。そしたらもう塗ってっちゃう。よく振る。 OK でこの辺手前か奥とかでこの出方を確認しておくとよりいいと思います。はい、塗ってきます。とりあえず1回目塗装終了。これで何度か塗ります。で今まだね完全に色が乗り切っていないので、あと 2,3 回塗る予定です。でラバースプレーは薄塗り、こういう状態で乾いて剥がそうと思ったら途中で剥がれるんだけどね、切れちゃうっていうことがある。そうするともう剥がすのがすごい大変なので、普通に色が乗っていても、1回じゃなくて2回か3回ぐらい、3度塗りぐらいして厚塗りをしといた方が後々剥がす時楽だと思います。とりあえず1回目終了。ちょっと1回乾くのを待ちます。はい、そしたら1回目の塗装が終わって乾いたので2回目塗っていきたいと思います。OK、 全体的に塗れたので2回目終了。はい、そしたら一応ね3度塗りまでしました。である程度もう白乗ってきたので蛍光イエローこれ塗っていきます。で蛍光イエローはね分かりやすくするために塗るということです。いきます。 OK かな。結構ね厚めに塗っちゃってもいいと思う。普通の塗料よりは垂れにくい。加減は必要なんだけどね。 OK、 一旦このまま放置して1回乾かして2回ぐらい塗ろうかなっていう感じです。はい、そしたら最後になるかな、もう1回塗って終
終わりだね。一応最後はその色が薄いところとかを重点的に塗って終わりにします。はい、そしたら終了になります。で、一回ねこれを乾かして乾ききったら車に取り付けたいと思います。はい、そしたら乾きましたかね。多分大丈夫だと思う。よいしょ。見た感じはこんな感じだね。結構綺麗に塗れてるんじゃないかな。どうだろう。そしたらねこれを実際に車に取り付けたいと思います。移動。そしたら取り付けていこうかね。オッケー、こんな感じ。ちょっとね明るすぎるな。色味的にはこんな感じかな。はい、そしたらとりあえず終わりました。で、遠くから見た感じはこんな感じです。結構派手めな感じかな。で、このラバースプレー最大の特徴は剥がせるっていうところなので、今から塗ったばっかなんだけどちょっと室内に入ってね剥がしてみたいと思います。もう一回取ろっか。はい、そしたら室内にやってきました。今からねちょっともったいないんだけど塗ったばっかりのこれを剥がしていきます。綺麗に塗れてんだけどもったいない。で、室内に来た理由は、ただ寒いからっていうだけで屋外でも全然剥がせます。で、剥がし方なんだけどこういう塗った端のところから剥がしていく感じになります。こういうところは結構頑丈なんだよね。だから洗車とかも全然いけるし、例えば飛び石とかでここにペッて傷が入ったりするとそこから空気が入ってね剥がれやすいっていうのはあるんだけど、そういうのがない限りはもう全然問題ない。すぐこすっても剥がれないし。そしたら端から行こう。こういったところね。剥がれたな。なかなか剥がれないね。ちゃ一箇所剥がれてくれれば。来たね。こういった感じ。ペロンって今なったでしょ。ほら。もう剥がれますよ。ほら。結構厚塗りしてるからね剥がしやすいですわ。これサムネだね。サムネだったわ。はい、こういった感じ。本当にね一箇所剥がせば順々に剥がれていく感じだね。で、白の方もね一緒に剥がれてくれます。もうですよ。ビローン。で、これが厚塗りせずに、1回とか2回ぐらいで終えちゃうとこれがブチって切れてね剥がれないっていうことが結構あるんですよ。このまま最後まで行きたいんだけどちょっとサムネ取りに行ってきます。はい、そしたらサムネイル取り終えたので続きいきます。あとはもうほんと引っ張るだけ。うわー、もったいない。ちょっとミスったな。おい、終了。こんな感じ。これもねほら結構強いのよ。今切れちゃったんだけど結構分厚いし。うわー、強い。怖い。やめよう。 OK、 終了。で、これ見ればわかるんだけどほら裏とかねちょっとミストが飛んで汚れてたりするわけですよ。で、この辺も、パーツクリーナーを使えば綺麗に落とせます。ここも多分厚みがあるから剥がせるんでしょうし、こういった感じ。で、この辺まだちょっと汚れてるね。はい、あとはパーツクリーナーを使ってこの辺とか落としていきます。これはもうほんとパーツクリーナーをこうクロスとかにこうつけてあげて、この部分をもっと拭いてあげる。綺麗に落ちてます。で、この辺とかこの辺もクロスにつけて、こういった感じで落ちます。厚い部分は手で剥がす。で、薄いところはパーツクリーナーを使って落とすみたいな感じかな。この辺直接拭いちゃっても OK だね。ほら、
簡単に落とせますね。うわ、なんか爪折れた。最悪。なんでこことかもね、ほらこういった感じ。別に気にならない方はこのまま残しておいてもらっても OK かな。とりあえず OK。 はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はね、リクエストいただいていた剥がせるラバースプレーってやつを使ってみました。で、実際に塗って剥がすところまでやってみました。注意点はやっぱね、厚塗りすること。厚塗りしないとこれ剥がした時に途中でブチブチ切れて全然剥がれないっていうことになるので、最低3度塗りぐらいした方がいいかな。それとマスキングを使ってね塗装する方、乾いてから剥がすと一緒にね塗料も剥がれてきてしまうので、塗って乾く前に剥がすマスキングをね、1回塗って2回塗って、で最後塗り終わった乾く前にマスキング剥がすってやんないと一緒にくっついてきちゃうので、そこら辺は注意が必要かな。それと布とかそういうのには使えないので注意してもらいたいなと思います。で、今回の動画ね、コメント欄から吸い上げたものになります。で、他にやってもらいたいなっていうのがあったらぜひコメント欄に入れといてください。できるやつできないやつあるとは思うんだけど、僕なりに精一杯頑張っていくので応援の方よろしくお願いします。それとこの動画面白いなと思った方、ぜひチャンネル登録と高評価いっぱい出た、はい、お願いします。それではまた来週。